はい、皆さんこんにちは、佐藤圭です。さあ、僕でますね、簡単な紹介をしたいんだけども、今ね、僕大学生なんですよ。で、ただの大学生じゃないんですね。普通の大学生じゃないんです。何が普通じゃないと思う？顔が普通じゃないとやめてくださいね。顔は普通ですよ。いや、普通じゃないかもしれないけど。ね。とりあえず普通じゃないんですよ。で、何が普通じゃないかっていうと、僕さ、25歳の大学生なんですよ。しかも1年生。ね？何があったんでしょう？ 6 年間浪人してるんですよ。ね？やばくね？何があったんだろうね。で、こういう人生を歩んでる人って少ないと思うので、今日はみんなにね、貴重な話をしたいなと思います。で、何か僕の話を最後まで聞いて、持って帰ってもらえるものがあると思うので、ぜひね、楽しんで聞いてってください。さあ、まずね、中学校時代の話からします。僕は中学校時代はゲーム大好きだったの。この中でゲーム好きな人ってどれくらいいる？ほぼ全員好きだよね。で、大乱闘スマッシュブラザーズっていうゲームがあるんだけど、ゲームキューブでね、そのスマブラっていうのがあってさ、僕ね、中学校2年生にして、ゲームキューブのスマブラ、全国大会に出て、しかも全国大会7位なんですよ、僕。めちゃめちゃハマっちゃってさ、超面白いと思ってスマブラ。で、もうそんなぐらいゲームハマってるから、勉強とか大嫌いなのね。なんで勉強なんかしなきゃいけないのと思って。で、中学校3年間はそんな生活をして、とりあえず高校受かったんだけど、入ってみたらさ、なんか周りがね、すごいこういううぜえとかさ、なんかそんなことばっかり言ってんの。すごい否定的な言葉を連発してんのみんなね。で、そんな奴らを傍から見て僕は、このままじゃやべえなーって思ったんだよ。確かに勉強できないし、勉強なんか絶対したくないけれど、なんか否定的な人生を送りたくねえなって思って、ちょっと周りと差をつけようって思ったんだよ。じゃあ何をしようって言った時に、とりあえず勉強しなきゃなって。でも一人じゃできないから、じゃあ塾とか予備校に、とりあえず体験に行ってみようって言って、一日だけ無料体験に行ったの。で、こっから僕の人生がすごく変わったのね。まず、先生がハゲてんだよ。英語の授業だったんだけどね。で、ハゲてる先生がテクテクテクって入ってきて、すげえテンション高いの。もうこんな感じですよ。ね。で、もうなんか単語の覚え方とかもさ、もうすごい面白くて、みんないいかとか言って、テイクっていう単語は、もうテイクって覚えろ。ナインスっていう9番目っていう単語のナインスには、いいはいらないんすとか言って、うわ、なんか面白いと思って。すげえ、頑張って授業その先生してるんだけど、なんか全然受けてないんだよ。ね。でもそれでもなんか、果敢にギャグミサイルとか、その空気を、壊さないように頑張る先生の姿にすごい感動して、もうかっこいいなと思ってさ。ね。で、なんか、この先生の授業を受けたら、嫌いだった勉強が、ちょっと好きになりかけたんだよね。なんかこれがすごい不思議な体験だったの。今まで英語って勉強してきたはずなのに、なんかこの先生の授業受けたら、なんかその嫌いだった勉強、特に英語嫌いだったんだけど、それが、この先生の授業のおかげで、ちょっと好きになりかけたんだよね。なんか教える人が変わるとこんなにも面白くなるんだって思って、感動して、なんか僕は、こんな先生になってみたいなって思ったの。別にハゲになりたいなっていう意味じゃないですよ。ね。こんな先生になって、授業できたら人生面白いだろうなって。で、いろんな人の支えになれるだろうなと思って、なんかそんな目標ができて。じゃあこれを達成するためにはどうしたらいいんだろうって思って、大学に行かなきゃいけないんだよね。よし、頑張ろうって。バカだし勉強できないし、ゲーム大好きだけど、とりあえずこの目標のためだったら頑張れると思って、頑張ろうって。高校3年間やってるって。でも一個だけ問題があったんだよ。なんだと思う？自分の目標を邪魔する出来事があった。壁があった。お金がなかったんです。どのぐらいお金がなかったか。母親と妹と僕で家族3人で暮らして。家族で暮らしてんのにガスとか電気が止まるの。で、ご飯も十分に食べれなかったりする。で、
家賃払え、家賃払えって本当に毎日のようにバンバンバンって怖いやつが来るんだよ。もう本当にどうしようもなくて、目標できたはいいんだけども、こんな状況で大学行けんのかなって。いや、でもやっぱりなんか、その授業のことをよく覚えてて、勉強頑張りたいって思って、大学行きたいなって、ずっと心に思ってたから、もう自分でやってやるって思ってさ、もう毎日毎日バイトしたの。で、塾とか行くお金も時間もなかったからもう、独学ですごい時間かかったから勉強しながら、本当に冗談抜きで毎日バイトして、これわかるかな？フレンチクルーラー、ミスタードーナツですよ。ね？ミスタードーナツでもひたすらバイト。おいおい、フレンチクルーラーあと何個作ればいいんだよって。おい、エンゼルクリームあと何個詰めればいいんだよって。おいおい、またポンデリング売れちゃったよみたいなね。もうそんな生活を繰り返してきて、すげえね、大変で、もう心も体もボロボロですよ。ね？でもなんか、大変だけど、この生活続けてれば、目標に近づいていける気がしたんだよね。確かにすげえ大変だけど、こんなに自分で稼いでバイトして、空いた時間で勉強して頑張ってれば、絶対にうまくいくって。思って3年間頑張った結果、まあ、受かりましたよ。おかげさまでね。よし、これで、次のステージに行ける。頑張った甲斐があるって思ったら、まあ、また例のね、悪魔が蘇ってくるわけ。今度はさ、入学金がないんですよ。せっかく受かったのにね。なんかこの時にね、またお金かよって思って。結局お金なんだって。思ってさ、なんか僕はそれまで、こういう気持ちだったのね。でもね、なんか19歳のこの時に、なんか頑張ってもできないことってあるんだって、なんか思い込んじゃって、いや、でもそれでもやっぱりもう一回挑戦したいと思って、浪人して、ひたすらバイトしてさ、で、たまに勉強するっていう生活を、もうずっと繰り返してきたの。でもさ、バイトしたことある子わかると思うんだけど、たかがね、時給800円か900円で、1年間頑張ったところで、稼げる金額なんてね、たかが知れてるわけ。100万ぐらいでしょ？ 100 万とか130万とかさ、そんなもんじゃん。で、その中で自分の生活費とかさ、なんか、出さなきゃいけないし、全部が全部貯金できるわけじゃないし。で、その時になんかね、先が見えちゃって、このまま頑張っててもダメだなーって思ってさ、自分なんもできねえじゃんって思っちゃって、どうしようって。せっかくここまで頑張ってきたのになーって。もうずる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 来ちゃってさ、2浪して3浪して4浪して。もう、はちゃめちゃだよ、人生。もう自分探しの旅ずっとしてた。自分って何なんだろうって。どうしたらいいんだろうって。もう本当に頭おかしくなっちゃって、うつ病みたいになっちゃってさ、精神安定剤とかね、もうそういうのすげえ飲んでた。で、4浪って言うとさ、普通は大学4年生だよ。ね。中学校の頃とか高校の頃の同級生はもう大学卒業しようとしてるレベル。で、彼らはもう次就職するっていう時期に、僕はなんか、バイトしてさ、なんか頭おかしくなっちゃって、同じとこずっとうろうろしてて、人生の方向性も見えなくて、おい何やってんだよって自分で思って、このままじゃやばいなって思ってたけど何すればいいかわからなくて、とりあえず日常から脱却したいって思ってたんだけど、でもなんか先に進めなくてね、なんかいろんな言い訳をして、ずーっとこういう気持ちだったんだよ。寂しいとか虚しいとか悔しいって。どうせやったってって。このまま生きてたってって。何にもいいことないしなって。ずっと思ってて、いや、本当にこのままやったら死んじゃうから、もうなけなしのお金を使って何か新しいことをしようって思って、5浪目。何したかっていうと、ロンドンへ行こうって思ったんだよね。俺なんでロンドンに行ったのかよく覚えてないんだけれど、とりあえず日常から脱却したいと思って、1ヶ月だけもうなけなしの貯金を使ってロンドンに行ったの。で、そこでね、語学学校って言って、まあ、英語の勉強する学校に行って、久々に授業ってのを受けたんだよね。
で、少人数制の授業で、何人かその中で紹介したいんだけど、その中にさ、40歳のドイツ人とか、17歳のサウジアラビア人とか、65歳のブラジル人のおばあちゃんとかいたのね。なんか日本ではあんまり見られない授業の光景だったの。だってさ、65歳のおばあちゃんとか勉強してんだよ。だからすごく新鮮で、しかも国籍もバラバラじゃん。で、なんか40歳のドイツ人に関しては働いてるって言ってんだよ。で、17歳のサウジアラビア人は、I am なんとかとかいうところを、I is なんとかとか言って、めちゃめちゃじゃん。ね ?65 歳のおばあちゃんもすごいよ。前歯がないのね。前歯がないと、5っていう発音ができないの。だからこのおばあちゃんは、5っていうところをね、本当は、I am 65 years old っていうはずなのに、このおばあちゃんは、I am 65 years old とか言って、なんかすげえ可愛くてさ。なんかこんな状況を見て、国籍も年齢も全部バラバラ。そういう人たちが一つの場所に集まって、同じ英語っていう言語を勉強してる。なんかそんな姿に自分を身を置くことで、なんか、勉強って面白いなって。やっぱりすごいなって、勉強ってこうやっていろんな人たちとつなぐ効果もあるんだなって思って、そんな彼らを見て、いくらでもやり直せるなって思ったんだよ。もう一回大学受験してみたいなって思ったのね。で、この時にちょっともう一回自分の人生考えてみたんだけど、浪人時代一番何が自分に足りなかったかって言ったら、ずっと足りないと思ってたのはお金だと思ってたの。でも実は足りないものはお金じゃなかった。そんな彼らを見て思ったのは、僕は本気でやることが足りなかったなって。なんかいろんなことを言い訳にして、本気でやることから逃げてきたなーって。この時に初めて気づいたんだよ。だってさ、働きながら来てる40歳の人とか、ね、もう退職して勉強してるおばあちゃんとかいる中で、そんな人たちだって真剣に頑張ってやってんのに、僕はなんかお金っていうものを言い訳にして自分で頑張ることから浪人時代は逃げてきた。すごくここで刺激になって、1年間、もう1年間6浪目、頑張ってみようって、最後の賭けに出たの。もうこれでダメだったら就職しようって思って大学諦めようと思って。もうここまでやったらダメだろうって思ってたから、6年目の浪人の時に、大学受験した結果、受かりました。横浜市立大学っていう大学。これ、日本で一番学費が安い大学なんだけど、その中でも、自分の経済的な状況がすごく、悪かったから、学費が免除になったのね。これ、勘違いしないことしてんだけど、成績がいいからじゃなくて、貧乏だったから学費が免除になったの。この大学には、そういう制度があるのね。で、今も大学通っているんだけれども、学費かかってないんですよ。ゼロ。だから、自分の生活費だけ稼いでればいい。さあ、ここまでの話を聞いて、みんながどういうことを考えてるか知らないんだけれども、僕は一つだけみんなに伝えたいことがある。みんなは何を本気でやる？本気でやったらできないことなんかないんですよ。基本的にね。一つだけみんなに共有したい。本気って何かっていうと、しっかり聞いてね。本気でやるっていうのは、与えられた環境の中で最大限に頑張ることです。どんな環境であったって人間は本気になれる。もしかしたら本当に辛い状況かもしれない。それでも絶対に本気でやればきっとね、花が咲く。今日も残りの時間を使ってみんなはワークシートとかね、書いてり他の先輩の話とか、班の先輩の話とかしたりすると思う。自分の夢とか自分の将来について考えていくと思う。めんどくさいし、大変だし、よくわからないかもしれないけど、今日この時間だけは、しっかりと自分の人生に向き合って、ぜひ、本気でやれる何かっていうものをみんなに見つけてほしい。今日僕の話を聞いてくれて、本当にありがとう。また、もし何か質問とかあれば、ぜひ来てください。ありがとうございました。